どうも、クビチャンネルです。タウンエースベースキャンピングカーカロビーの見積もりを公開します。そして気になる軽キャンピングカーと比較します。2泊3日車中泊旅でお借りしたカロビー、いよいよお別れの時が来ました。走りもいい、居住性もいい、軽キャン以上ハイエース未満といったキャンピングカーの立ち位置でしょうか。名残惜しいですが、カローラシガさんにお返しに行ってきます。キャンピングカーの見積もりをされたことある方はわかると思いますが、何これって項目があったり、お店によって違ったり、表示価格と全然違う額になったり、実際に金額を出していただかないとはっきりしないことが多いですよね。今回は実際の見積もり書をいただき、皆さんと共有したいと思います。タウンエースベースキャンピングカーは軽キャンピングカーと比べると車体価格がプラス100万円くらいなんですよね。実際の見積もり金額だとどうなるんでしょうか。気になります。オプションなしと自分が購入するなら付けたいオプションを入れたバージョン2種類の見積もりを出していただきます。そして気になる今の納期も聞いてみます。軽キャンとの見積もり比較では年間維持費も比較して皆さんにお伝えします。今回も最後までお付き合いよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。オプションないベーシックなタイプの方ですね。で、お車が2WD のオートマチックというさせてもらってます。初費用が入っているのと、あとオプションのところに一応予備検査改造申請費用というのが入ってるんですが、8ナンバーに改造するための費用なんですけど、普通の車はちょっと諸費用に入れるところがないので、ちょっとここに計上させていただいております。で、一応車両本体と、登録書費用と、あと、ちょっと値引き少しだけさせていただきまして、総額で471万5千円っていうような形になります。こちらが実際の見積もり書になります。カロビーは4ナンバーから8ナンバーに変える費用が11万円かかります。こういうのは実際に見積もり見ないとわからないですよね。税金手数料関係合計20万3960円、値引き5万3960円していただいて、全て込みで471万5千円でした。続いて自分が購入するなら付けたいオプションを入れて見積もりしていただきました。でもう一つがお伺いしたいくつかオプションを入れさせてもらって、車の内容は同じで、FF ヒーターの方と、バックアイカメラですね、それと、ショックアブソーバーを4本、セットで買いさせていただいたっていうのと、ミラータイプのドライブレコーダー、あとマックスファンですねを入れさせてもらいました。で、これですと、オプション入れさせてもらって、お値引きもちょっとさせてもらって、全部で523万っていうところ。オプションは必ず必要であろう FF ヒーター、ドラレコバックカメラに自分的にこだわりたい足回り強化、社外品のショックアブソーバーと換気用のマックスファンつけていただきました。オプションで合計50万円くらいプラスになり523万円になりました。こうなると軽キャンとはかなり金額が離れてきますね。そして肝心の気になる納期も聞いてみました。今納期がですね、大体1年5ヶ月から6ヶ月ぐらい、1年半ぐらい、かかってしまうので、一応12月で見させてもらってるんですけど、来年の12月っていうちょっとだいぶ先の話には結構先そうですねなってしまうんですけど、伸びていく可能性もありますもんね。ありますね。もう年初は1年ぐらいでなんとかいけてたんですけど、そうなんですか。そうなんですよ。もうここ半年でも一気に上がっちゃって、今ものすごく需要が高い状態ですね。ちなみにカロツモリってどのぐらいなんですかね、今。納期はねほぼ一緒です。もう結局作る順番を待ってるような状況なので、着工してからはやっぱりそうなんですよ。カロビーを作るかカロツモリを作るっていうのを順番に並べてるような状態ですので、着工してからは大体やっぱり3、4ヶ月で出来上がりはできるんですけど、またカロツモリ試乗させてください。ぜひともお願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、納期は1年半でした。これから伸びる可能性もあるようです。やっぱりキャンピングカー需要が高まってきているようです。そして軽キャンピングカーとカロビーの見積もりと納期を比較したいと思います。
軽キャンピングカーは自分が所有しているインディ727、そして今話題の普通車枠軽キャブコンハッピーワン、この2台の軽キャブコンで比較します。オプションなしの一番安い状態で比較しました。まず今見積もりしていただいたカロビーのオプションなしが本体価格445万5000円税込み、購入時にかかるその他の税金など足してお支払い総額471万5000円税込みです。納期1年半、そしてハッピーワンお支払い総額350万円。 JP スターさんの場合込み込みいくらという販売方法なので税金など抜いた本体価格は相当安いと思います。納期は最近伸びてきて4ヶ月から6ヶ月ぐらいです。そしてインディ727、ベース車両のハイゼットトラックのグレードによって価格変動しますので、今回はハッピーワンと同じグレードで比較します。本体価格344万3000円税込み、お支払い総額350万1230円税込み、納期は1年半から2年。ちなみに同じ軽キャブコンのテントムシは3年、バロッコは2年半くらいです。インディ727だけ実際に見積もりした金額ではなく、インディアナ RV さんのサイトに掲載されていた税金関係を単純に足した金額になります。こう見ると軽キャブコン約350万円、カロビー約470万円でプラス120万円といった感じになりました。本体価格だけではなく税金関係、手数料関係、総支払額で計算すると軽キャブコンとカロビーの差少し大きくなりました。皆さんいかがですか？タウンエースベースにすることによる快適性と軽キャンピングカーの初期費用の低さ、なかなか悩ましいところありますね。そして実際に所有すると毎年かかる維持費も比較してみます。任意保険、ガソリン、駐車場、車体メンテナンス代は人それぞれ変わるので、まずは税金と自賠責のみで比較していきます。税金は地域によって多少変わるので参考程度に見てください。カロビー普通8ナンバー、自動車税、重量税、自賠責、1年間でかかる費用合計47,125円。ハッピーワン普通8ナンバー、1年間でかかる費用合計43,025円。インディ727軽8ナンバー、1年間でかかる費用合計14,835円。インディ727軽8ナンバーはハッピーワン、カロビー普通8ナンバーに比べるとざっくり3万円くらい安くなりますね。任意保険は人それぞれ変わるんですけど、自分の場合だと軽が3万くらい安くなりました。ということは税金と任意保険で軽は年間6万円安いですね。あとはメンテナンスと車検時の費用、そしてガソリンですね。ちなみに燃費ですが3台ともレギュラーガソリンで、高速道路自分で走行した時1リッターあたりカロビーが11キロ、ハッピーワン13キロ、インディ15キロでした。インディだけ5速マニュアルで、他は4速 AT です。年間1万キロ走行したと仮定してガソリン価格1リッター150円とします。カロビー年間13万6363円、インディは年間10万円、差が3万6363円です。燃費はそこまで差がないかなといった印象です。ただちりつもで税金、任意保険、燃費の差すべて足すと9万6000円になりました。維持費の比較どうでしたか？やはり軽8ナンバーは安いですね。ハッピーワンは普通8ナンバーなのでカロビーと同じぐらいの維持費になりました。そして最後にカロビー、ハッピーワン、インディ727、実際に乗ってみてお金も計算してみて感じたかと思ったことを簡単に丸三角×で3台比較してみます。購入時価格カロビー三角、ハッピーワン20丸、インディ727丸。年間維持費カロビー三角、ハッピーワン三角、インディ727 20丸。車内広さカロビー丸、ハッピーワン丸、インディ727三角。走りカロビー20丸、ハッピーワン×、インディ727三角。このような感じに個人的に思いました。購入時の価格ハッピーワンとインディに差をつけた理由ですが、ハッピーワンは有料級のオプションが標準でついてくるので20丸にしました。
年間維持費はインディだけがダントツで安くなりました。車内広さ、カロビーとハッピーワンを同じにした理由ですが、ハッピーワンは高さがあり、カロビーには奥行きがあり、どちらも同じぐらい広く感じました。走りに関してはカロビーがダントツでした。どこでも快適に走れます。ハッピーワン×インディ三角と差をつけた理由ですが、エンジンは同じなんですが、キャンパーシェルが大きいハッピーワンは高速道路の途半車線がインディより遅く、風の煽られ具合もインディより大きいため×にしました。こう見ると各キャンピングカー、キャラも出ていて、自分がどのキャンピングカーと合っているのが見やすくなってきました。皆さんはどうでしたか？お金を取るか、走りを取るか、広さを取るか、悩ましいですね。そして個人的にもう一つポイントに加えてほしいところがあります。それは近くでちゃんと面倒を見てくれるお店があるキャンピングカーがおすすめです。メンテもそうですが、やっぱり後でいろいろつけたくなってくるんですよね。そういう時、購入したお店やメンテしてくれるお店が近くにないと結構困ります。気になるキャンピングカーが見つかったら、近くのキャンピングカー屋さんで取り扱ってるか聞いてみてください。そこから決めるのもありだと思います。これからまた軽キャンピングカーに加え、自分が気になるキャンピングカーも紹介していきます。皆さんはどんなキャンピングカーが気になりますか？やはりハイエースとかですかね。またコメントで教えてください。動画作りの参考にさせていただきます。次回の動画は男のロマンが詰まってます。なんと軽キャンピングカーでエアコン一晩使いました。クレクール3の排気を DIY し、後ろの窓に設置し、キンキンに冷えました。そして超大容量のポータブルバッテリーでなんと何十時間外部電源なしでエアコンを作動しました。こちらもぜひチェックよろしくお願いします。